皆さん、こんにちは。日常日本語チャンネルへようこそ。ゆいです。こんにちは、あきらです。今日も僕たちと一緒にリラックスして日本語のリスニングを練習しましょねえ、あきら、最近急に暖かくなってきたよね。季節が変わるとなんだか部屋の模様替えとか大掃除をしたくならない？確かにね。実は僕、先週末にもう冬物の服を全部片付けて部屋をすっきりさせたところなんだ。もう終わったの？早すぎるよ。私はまだベッドの横に冬のコートが出しっぱなしになっているのに。ゆいらしいね。じゃあ今日のテーマはちょうどいいかもしれない。何？もしかして私への説教タイム？いやいや、説教じゃないよ。今日は部屋が散らかっている人と綺麗好きな人について話してみようと思うんだ。なるほど。それは永遠のテーマだね。世の中にはどうしても片付けられない人といつもピカピカにしている人がいるもんね。そうだね。それぞれの性格や生活の習慣が大きく関係していると思うんだ。今日はその違いについてゆっくり掘り下げていこうか。早速だけど、アキラから見て私はどっちのタイプだと思う？まあさっきのコートの話でバレてると思うけど。ゆいは散らかっている人というよりは、片付けるのを後回しにしてしまう人って感じかな。優しい言い方をしてくれてありがとう。その通りなの。私だって綺麗な部屋の方が好きだし、落ち着くんだよ。じゃあ、どうして気がつくと散らかっちゃうんだろそれがね、毎日仕事から疲れて帰ってくると、とりあえずここに置いておこうってなっちゃうの。それが積み重なって、週末には大変なことになっているんだよね。う。なるほど。とりあえずが散らかる一番を原因かもしれないね。特に脱いだ服が椅子の上に山になっていく現象とかね。そうそう、まさにそれ。私の部屋には服専用の椅子が存在しているの。座るための椅子なのに服が占領してるんだから笑っちゃうよね。多くの人が経験していることだと思うよ。でも、必要なものを探すときに時間がかかったりしない？する。朝急いでいる時に限って、あれ？あの鍵どこに置いたっけ？って探し回ることがよくあるの。それがすごくストレスで反省するんだけどね。探し物をしている時間って人生の中でかなり無駄な時間だって言われているからね。塵も積もれば山となるだよ。本当にそうだよね。でも、アキラの部屋はいつも綺麗だし、探し物なんて絶対にしないんでしょ？どうやってキープしているの？僕の場合はシンプルに物の住所を決めているってことかな。使ったら必ず元の住所に返してあげるんだ。物の住所か。耳が痛いな。でも、毎回ちゃんと元の場所に戻すって面倒くさくないの？最初は少し意識する必要があるかもしれないね。でも習慣になってしまえば無意識のうちに手が動くようになるんだ。無意識で片付けができるなんて魔法みたい。でもさ、アキラみたいに綺麗好きな人って散らかっている状態を見るとイライラしたりするの？他人の部屋が散らかっていてもそこまで気にならないよ。ただ自分の部屋が散らかっていると頭の中までごちゃごちゃしてくる感覚があるんだ。頭の中まで？それはどういう意味？視界にいろいろなものが入ってくると無意識のうちに脳がその情報を処理しようとして集中力が下がってしまうんだよね。だから仕事や読書に集中するために部屋をきれいに保っている部分が大きいかな。なるほど。すごく論理的だね。確かにテストの前に限って急に机の掃除をしたくなる現象があるじゃない。あれも集中するための脳の防衛本能なのかもね。まさにそれだよ。掃除をすることで環境と一緒に自分の心も整理しているんだと思う。でもさ、綺麗すぎる部屋って生活感がなくてちょっと緊張しない？
実は私、すごく几帳面な友達の家に遊びに行った時、グラスをテーブルに置くのすら気を使っちゃって、全然リラックスできなかったことがあるの。ああ、それは綺麗好きが少し行き過ぎてしまっているかもしれないね。部屋は本来リラックスするための場所だから、友達に気を使わせるのは本末転倒だよ。だよね。少しぐらい生活感があった方が、人が住んでいるって感じがして、私はほっとするんだよね。言い訳に聞こえるかもしれないけど。いや、言い訳じゃないと思うよ。人それぞれ、心地よいと感じる散らかり具合の基準が違うんだろうね。そうそう、その基準。だから違うタイプの人と一緒に住むことになったら、大喧嘩になりそうってよく思うの。同棲や結婚で片付けの価値観が合わなくてトラブルになる話はよく聞くね。ゆいの周りにもそういう人いる？いるいる。大学時代の友達なんだけど、彼女はすごく綺麗好きで、彼氏は全く片付けられない人だったの。想像するだけでちょっとヒヤヒヤするね。どうなったの？最初は彼女が全部片付けてあげてたんだけど、だんだんなんで私ばっかりってストレスが爆発しちゃって、結局自分の部屋を別に作ってお互い干渉しないルールにしたらしいよ。それは賢い解決策かもしれないね。相手を変えようとするより、お互いの領域を分ける方が平和だよ。だよね。でも片付けられない人にも言い分はあると思うんだよね。ただ怠けているわけじゃなくて何か理由があるっていうか。例えば、どんな理由があると思う？さっきも言ったけど、まずは忙しさだよね。心に余裕がないと部屋にまで気が回らない。部屋の乱れは心の乱れなんてよく言うじゃない？確かに、忙しい時期は僕もデスクの上が書類で山積みになることがあるよ。それは一時的なものだからしょうがないと思う。あともう一つはね、捨てられない性格。これ日本独自の文化も少し関係している気がするんだよね。あの言葉あるでしょ？ああ、もったいない精神だね。まだ使えるから、いつか使うかもしれないからと言って取っておく心理か。そう、まさにそれ。綺麗な空き箱とか、かわいい紙袋とか、いつか何かに使えるかもって思ってどんどん溜まっていくの。私、紙袋のコレクションすごい数になってるもん。紙袋を集めちゃうのは本当にあるあるだね。でもゆい、いつかって実際に来たことはあるの？痛いところを突かれた。正直に言うと、ほとんど来ないね。友達にちょっとしたプレゼントを渡すときくらいかな。でもその時も、この袋はお気に入りだから使いたくないって思っちゃったりして。本末転倒じゃないか。結局使わないまま場所だけ取っているんだね。笑い事じゃないんだけどね。アキラはどうやって物を捨てる決心をしているの？冷酷な心を持っているの？冷酷な心って大げさだな。僕は1年間一度も使わなかったものはもう自分には必要ないものというルールを作っているんだ。1年か。でも服とかだと来年は着るかもって思わない？特に高かった服とか。高い服は確かに迷うね。でも1年着なかった服には着なかった理由が必ずあるはずなんだ。デザインが少し古いとか、サイズが微妙に合わないとかね。確かに。無意識のうちに避けている服ってあるかも。だからそういう時はもったいないと思うかもしれないけど、リサイクルショップに売ったり寄付したりするんだ。そうすれば誰か他の人が使ってくれるからね。なるほど。ゴミとして捨てるんじゃなくて他の人に譲るって考えれば罪悪感が減るね。それなら私もできそうな気がする。そうそう。物は使われてこそ意味があるからね。押し入れの中にずっと閉じ込めておく方が実は物にとってもかわいそうなんだよ。すごい名言が出た。物にとってもかわいそう。その言葉、冷蔵庫に貼っておこうかな。冷蔵庫に貼るメモが増えてまた散らからないように気をつけてね。でもね、アキラ、
私が自分を正当化するために見つけた面白い説があるんだ。聞いてくれる？嫌な予感がするけど一応聞いて投げようか。部屋が散らかっている人はクリエイティブな天才が多いっていう研究結果があるらしいの。アインシュタインの机もすっごく散らかってたって有名な話があるじゃない？あはは、出たその言い訳。確かにそういう研究結果を見たことがあるよ。でしょ？だから私の部屋が散らかっているのも私の脳内で常に新しいアイデアが爆発している証拠だと思うんだよね。なるほど。で、最近何かすごいアイデアは爆発したの？今はまだ準備期間なの。でも真面目な話、少しごちゃごちゃしている環境の方が思いがけない発想が生まれやすいっていうのはちょっとわかる気がする。確かに、綺麗に整えられた環境だと考え方までルールに縛られてしまうかもしれないね。散らかった視界から無意識に新しい刺激を受けている可能性はあると思うよ。そうそう、アキラ分かってくれるじゃない。だから私は決してズボラなわけじゃなくて、クリエイティブな環境を意図的に作っているの。でもユイ、アインシュタインは散らかった机でも自分がどこに何があるか把握していたらしいよ。ユイは昨日部屋の中でスマホをなくして大騒ぎしていなかったっけ？ああ、それは言わない約束でしょ。恥ずかしいな。やっぱり私のはただの散らかり放題かもしれない。でもユイのそういう飾らないところ、僕は面白いと思うけどね。ただ、生活に支障が出るレベルなら少し工夫が必要かもしれないね。そうね。アキラ先生、私みたいなズボラでもできる簡単な片付けのコツって何かある？ハードルが低いものをお願い。任せて。じゃあ、初心者向けの5分間ルールをおすすめしよう。 5分間ルール？それなら私でもできそうな響きだね。どうやるの？すごくシンプルだよ。夜寝る前のたった5分間だけ、タイマーをかけて目についたものだけを片付けるんだ。5分経ったら途中でも必ず終わること。途中でやめちゃっていいの？それで綺麗になるの？完璧を目指さないのがポイントなんだ。片付けが苦手な人は週末に全部やろうとしてプレッシャーを感じてしまうからね。毎日5分だけでも1週間経てば35分片付けたことになる。なるほど。全部完璧にしなきゃって思うから始める前に疲れちゃうんだよね。5分だけなら歯磨きのついでとかにできそう。そう。例えば今日は机の上だけ、明日はソファーの上だけというふうに少しずつ進めるのがコツだよ。それすごくいい。アキラのアドバイスは具体的でわかりやすいね。よし、今日の夜から早速タイマーをセッポしてやってみる。応援してるよ。まずはあの有名な服の山から少しずつ崩していってね。わかった。ちゃんとハンガーにかけるようにします。でも、どうしても疲れて無理な日は見逃してね。もちろん。自分のペースで無理なく続けるのが一番大事だからね。さて、あっという間に時間が来てしまいました。今日は部屋が散らかる人と綺麗好きな人について話してきました。正解は一つじゃなくて、自分にとって一番心地よい環境を見つけることが大切だね。私はとりあえず、アキラに教えてもらった5分間ルールで少しだけ綺麗好きに近づけるように頑張ってみる。結果報告を楽しみにしているよ。リスナーの皆さんは、ゆいと僕、どちらのタイプに近いですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。私の部屋にはこんな山があるよという告白も大歓迎です。もし今日のポッドキャストが楽しかったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が僕たちの励みになります。それから今日私たちが話した内容をもっとしっかり勉強したい方のためにお知らせがあります。はい、今回のチャット内容を文字で確認できるように完全なスクリプトを用意しています。今日のスクリプトはコメント欄の一番上、固定コメントにあるリンクからダウンロードできますので、ぜひ復習に使ってくださいね。それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。
また次回の日常日本語チャンネルでお会いしましょう。またねー。バイバーイ。